亮の気持ちを聞きたいの。あなたが私をどう思っているか、いつも逃げているでしょう。だからこうして私が聞かなければいけない。重い生活はもうこりごりなの。解放して、亮。もういいのよ。もう忘れよう。狭い認識なんて私たちの基準で生きるの。犠牲はつきまとっても私が亮を守ってあげる。だからね、亮、行こう。バカなこと言っちゃダメ。亮が守れないから私が守るのよ。わかるでしょ。何も分かってないわ、あなたは。自分自身を過信することがどれだけ危険なことなのかって。あなたの目に入る情報の中に人が暴走する醜さを感じることだってできる。私はね、亮にはそうなってほしくない。業にまみれた感情の無意味性を理解してほしい。だからね、私が亮の未熟な部分を補ってあげるね。受け入れるのは恥ずかしいことじゃないわ。そうやって人は大人になっていく。私が亮を守ること、あなたはそれを受け入れればいいだけ。それで人のサイズが決まるわけではないのよ。方向が決められていくの。あなたが進むべき方向というのは確固とした地図の上に成り立ってる。その道を正しく進むのは容易な行為ではない。あなたをよりよく理解している人にしかその地図を解読することはできない。それが過信なの。亮は自分を何も理解していない。それが真実なの。あなたを一番愛している私があなたを理解している。亮は私から離れることはできない。それは亮が一番よく知ってるでしょう。亮が否定をすれば束縛になる。否定できる？理解していない？本当にそう思うの？亮がずっと私を好きだったことも？よくした目で私を見ていて。夢に出ているでしょ。今こうしてあなたが見ている映像は大丈夫。私はそれでもあなたを守ってるから。亮の心が解放するまで
情けないやつだな、君は。京子の何も分かっていない。弱さを振りかざして己は静観するだけ。全ての負担は京子にかかる。どんなにスタイルを決めても今の君はただのマネキンだよ。弱いことを言い訳にしてそれで満足なのか？弱者をどこにしまうかだろう。弱者は弱者でしかない。そこに美しさや儚さなんてない。ただ朽ち果てればいい。亮、君はもっと自分を知るべきじゃないのか？許されないことだよ、弱さなんて。その無神経さだよ。利己的なものの考え方しかできないだろう。だから京子は君から離れられない。俺たちの関係に君の存在は必ず割って入る。わからないだろう。京子も俺も次第に離れるんだよ。そういう形のないしがらみに邪悪な君の意志が俺たちの関係を破壊している。邪魔だったんだよ。君がいなければ俺たちの関係に問題はなかった。デリケートなんだよ、男と女は。君には少しだけ繊細さが足りなかったようだ。そうやって業によって虚勢を張って弱さを強さに転換している。それ以上の弱さはないだろう。人は誰しも詩人たれ。言霊を尊く思うよ。野人だな君は。もっとチャーミングな男だと思っていたけど。はあ、残念だ。君が京子を守ってやれ。俺にはふさわしい女がいる。それだけだよ。君の言うようにシンプルにある男と女が別れたに過ぎないのかもしれない。それだけさ。ただ俺は君に執着していこうと思う。精神において君のどこかに滞在するよ。特に意味はない。これは俺独特のメタファーだよ。深い意味はない。簡単なことなんだよ。別にあんたに会いに来たわけじゃないよ。ただの散歩。勘違いしないで。あれぐらいの恋愛でときめくほど人に期待してないから。あんたとの関係は単なるケースよ。追いかけるまでの男じゃないよ、要は。何？あれが普通だよ。兄さんはああいう人なの。問題ないわ。それは違うでしょ。そう思ってるのは亮だけだよ。私は知ってるんだよ。あんた、私を誰の身代わりにしてた？私を見てた？亮の視線は私を突き抜けてたよ。まるで切り裂かれてるようだった。
誰もいない冷たい路地みたいに、亮と一緒にいても一人を感じてた冷たい時間だったよ。だからって最初からあんたに期待はしていなかったけど、でも私はもっと温かいものだと思ってたよ。兄さんも一緒だと思う。京子の視界には兄さんはいない。いるのはだから私を見ていた？答えられる？ごまかさないで。もういいよ。本当に意識の底に隠してるんだ。私は自分では分かっているよ。あの時だって亮じゃなくて違う人のことを考えて。最初からこうなるのはなんとなく予想できたよ。あの時に青い日、空が大きく風が優しい清らかな時、みんな穏やかだった。何もかもが透明で未来が輝いていたね。戻りたいよ、あの時に。かわいそうな男。断片的な言葉でしか人を理解できない。私が言ってるのはもっと不確定な時間のことを言ってるの。透明な時間は自然の現象みたいなもの。こっちが望んでも手に入らない、全てを無に返してくれる時間なのよ。亮、あんたって結局何一つ答えることさえできない。逃避してるのはあんただよ。心を消費して結果何も残らないよ。そう、無駄みたいね。少しはさ情も残ってるからそう思ったけど、あんたは弱者だよ。弱さを武器にしている。多分わからないだろうけど、京子にとっては悲劇なのよ。それじゃあね。ドリップはもう辛いから。住代さんの紹介。黒い男一人だけど。はい、オッケー。あ、今下ろすから。あ、
一人？横にいてもいい？返事しなくていいのよ。ここにいたいからいるだけ。緊張してる？静かね、あなた。ゲイ？少し本気。そう見ればね。何してるの？テクの利く感じじゃないでしょ、あなた。ここに何か求めてるの？そうなの。気が合いそうね、私たち。あなたみたいな顔、好きよ。女に興味ない。じゃあ、私は？嫌な男ね。でもいいわ。正直じゃないところが取り柄みたいだから。褒めてるのよ。私、人の長所見つけるの得意だから。あなたの魅力を探してあげたの。だから、私はあなたに興味があるの。だからよ、優しくしてあげてるの。人との出会いは大切にしないといけないのよ。後でまた会いましょう。私上にいるから。ねえ、名前は？だから興味があるの。私は弥生。教えるのが礼儀よ。恥ずかしいの？結構いい名前ね。それじゃ、後でね。
火山？ねえ、覚えてる？私だよ、高橋君香。高校で同じクラスだった高橋あんたすぐ辞めちゃったから覚えてないでしょ。もっと反応しなよ。せっかくの再会なんだから、もっと喜ぶとかさ。ちょっとショック。火山のこと狙ってたんだよ、私。デリカシーないね、あんた。慰めるとかできない？まあいいや、そういうキャラだろうし、火山って。で、何してんの？クラブ来る柄じゃないでしょ。私は人混みに埋もれたいのよ。耐えられないことばっかりだから、こんなところにでも来ないとなんかね、辛くてさ。うん、平気だよ。もう少しだから、もう少しで。遅かったね。待つの嫌いなの。いいよ、素直なんだね。亮ってさ、もっと凍った人なのかと。先入観で見てた。もっと亮のこと知りたくなったよ。いい感じだね、私たち。京子のこと忘れさせてあげる。こっちよ。
興奮するな。深い意味はないよ。弥生、君の女か。君もやっと京子への執着を無にすることができるのか。成長したようだ、君も。弥生か。いい女だよ、スレンダーでね。言ったろ、君に執着するって。気に入らなかったか？殴るか。ボコボコにすればいい。気が済むのなら。そう、賢いね、なかなか。しかし、弥生もなかなかまんざらではないよ。どうする？せっかくのパートナーだぞ。放っておいていいのか？待てよ。りょう、行かないで。私を住みおから助けて。ほら、彼女はこう言ってるよ。いいのか？君が助ければ。お願い、りょう。あなたの行動は問われるのよ。こんなにいい女、なかなかいない。実を言うと、僕も君には渡したくないんだよ。しかしね、君の歪んだ心を。りょう、どうして逃げるの？弥生、おいで。りょう、あなたを思って、あなたのことを考えて、そうしたらこうなったの。愛おしいから。だから。しっかり見るんだ。亮、君には見なければならない義務がある。人を愛することができない君にはね。これはね、復讐なんだよ。素晴らしい芸術じゃないか。弥生、よくやった。君のそのバイタリティには恐れ入るよ。君が僕にしたことに対しての復讐だよ。弥生の苦しみを分かってやれ。分からないか？恨んだよ。けどね、筋じゃないと思った。君に対して責任を追及するのは。自分に何らかの欠落があるのかと悩んだよ。しかしサンプルを用いても僕に欠落はなかった。サンプルたちは僕を必死に愛してくれた。この弥生も含めてね。見てごらんよ。弥生はこんなに一生懸命に。許せないんだよ。だからこそ京子と君があまりに固い愛情を持つことに僕はどうすればいい？なあ、君にとって一番辛いことって何だ？
それを考えたよ。京子と僕を苦しめておいて、君はあまりに無邪気すぎたからね。こんなことは序の口だ。まったくハレンチな兄弟だよ。無神経な人間は許さない。これ弥生、亮に見せてあげるんだ。見るんだ、亮。亮、どうだった？あなたのためにしたのよ。ねえ、亮。住雄よりもあなたを選択する。住雄のためにあなたを選択するから。そう、よく来てるんだ。確かによく見かけるね。そう、そんなのあったんだ。バーリトゥードな世界になったよ。まったくもって世紀末だ。僕なんかでいいの？東場、住雄、やっと見つけた。やっとこれで。ん？何君？何か用？やっと見つけた。東場住雄。脆いものね。このくらいのことで失神するなんて。出勤もしてるし。なんだかあなたを見ていると切なくなってくる。あまりに弱すぎて愛しいくらい。もうあなたは私のもの。さまようことなんてないのよ。京子のことも全部私が吸収してあげる。亮のすべてを飲み込む。今にも壊れそう。そんなに辛い顔して。亮、あなたって。これからは安心していいのよ。さあ。亮、解放するの、すべてを。抑圧されたもの、全部を。愛しているわ。あなたは住雄の代わり。私の奴隷。子供が泣いてるの。毎日夢に出てきて、かわいそうな子。許せない、絶対。誰かと間違えてないかな。君のことおそらく知らないと思うんだけど、どこかで。このクラブであんたに騙されてついていって。君が悪いよ、それは。しかもいちいち責任持てないよ。君も分かってるはずだよ。誰もがあなたのルールに縛られるわけでないのよ。今度は私のルールで罪を償ってもらう。逃がさないわよ。一緒に引きずり落としてやる。いいだろう。
りょう、また会いましょう。いえ、また会うことになるわ。きっと。もっとあなたを喜ばせてあげるから。ね。すみお？すみおなの？安心して。私が最後まで見ているから。あなたが魂の亡骸になるまで。黒焦げの死体になって、そして私はキスをするの。素敵な最後でしょ？私には、りょうがいるから。なんか落ち着きないね。見て空、雲がすっごく大きくて吸い込まれそう。あ、ほら、りょうも座りなよ。この瞬間がずっと続けばいいのに。りょう、こっちに来てみなよ。早く早く。ほら、まだこんなに元気。短い命なの。だけどかわいそうだっていうのは人の欺瞞だよね、絶対。私たちにはセミの気持ちなんてどんなに努力したって理解できるものじゃないから。だから何も感じちゃいけないんだよ。ただ眺めてるだけ。どうしたの？ぼーっとしちゃって変なの。変なやつだな。ほら、私ルミちゃんと話してるから。デリケートな会話なんだから。りょうは向こうで男同士で語り合ってないね。見てごらんよ。ここだけなんだよ、地平線が見えるの。生を感じるだろう。この星の輪郭の一部が日常の雑念を平らに溶かしてくれる。星の生命はなんて雄大なんだ。僕らはこの感謝をつい忘れて雑居の中で何かに没頭してしまう。それこそ最も汚染されたことだと思わないか？りょうくん、正直に生きていくのは確かに辛いことかもしれない。でもね、君はこの自然を目の当たりにしてそれでもまだ偽ることはできるかい？僕はできないよ。僕は教えられた気がする。変えていくことが可能に感じる繊細なバランスさえも白々しく、怯えの形でしかない。強くならなければならない。りょうくん、強さに臆してはいけないんだよ。君にはわかるはずだ。
りょうダメだよ。あなたの笑顔が見たくてここに来たんだよ。何も心配することなんてないよ。未来はいつだって私たちに味方してくれる。どんなことがあってもあなたを守ってゆくから。りょう。いいのよ。兄さんの口癖だったの。最近言い出して。最初は立ちの悪い冗談だと思ってたけど。死ぬって。もうじき俺は死ぬって。そういつも自分の最後を知ってたみたい。りょう、私よ。知ってる。こうなることは。りょう、あなたに迷惑をかけると思うけど。ごめんね。私はもうダメ。できるそうにもないよ。もうすぐ死ぬの。もう会えないよ、りょうと。りょう、あなたは深入りしちゃダメだからね。スミオは怖い人だから。ねえ、私がいなくても平気だよね。大丈夫だよね。男の子だもんね。でもね、りょうとスミオは狂ってしまって。でも仕方ないよね。りょう、元気でね。それでいいの。あなたは私の大事な弟なの。ゆっくりとした時間をあなたに与えて、柔らかい綿を敷き詰めて、その中でそっと。
私が守る。それでいいの？気にしなくていいの。リョウは頭がいい子だから自分の限界も全部わかっている。そんなリョウだから私はあなたが好きなの。あなたを愛してる。小さい頃からずっと愛してた。いつも見ていた。何でも。暗黙の日々は終わったのよ。もういいの、リョウ。ここから始まるの。新しい生活、新しい認識、新しい基準、新しい世界。変わっていくの。いいわよ、こっちにおいで。いい子ね。愛してるわ、リョウ。精一杯あなたを守る。とても愛していてね。あなたも私を愛でなっていいのいいのいいの。自らさ優しい優しい。見てわからない？ここにいると自意識が活発になって
どんどん深みにはまっていくでしょ。でも一人で耐えられないこともある。だからね、誰でもいいのよ。ねえ、興味あるの？私に。あなたと一緒よ。不足を補ってるの。当たってるからムキになる。可愛いわね、あなた。本気よ。あなたを気に入ったの。あなた、人に傷つけられるのが怖いんでしょ。だから強さを強調してる。救ってやろうか。私が安らぎを教えてあげる。興味ある？私に。どうして？間が持たないでしょ。違うの？あなたは？名前よ。いいけど、私はね、あなたに会いに来たの。ここに。前にもここ来たでしょ。その時にずっと見てた。そうよ、その顔が好きなの。ずっと見てても退屈しない。興味ない？そういうのって。私のこと。何焦ってるの？そんな焦らなくったって。興味ある？私に。よかった。恥かきたくないから、私だって。いいのよ、別に。独り言だから。ねえ、一緒にどこか行こう。あなたとだったらいいよ。弥生っていうの。あなたは？亮ね。ありがちだけどいい名前。上で待っているから。好きにしていいんだよ、弥生。君の思う通りに本能に従うんだ。亮、すべてを許せる？私の醜い塊を見ても。それでもあなたは私を許せる？
あなたの試練よ。試さなくてはいけない。住代とあなたの摩擦。それが私そのものなのよ。今の私は、あなたを思って、あなたを私の中に欲しいから、こうなったの。私をあなたに捧げる。だから。ムーンライトシンドローム。